全国民10万円給付一律給付金いつからということで、給付金の最新情報についてお伝えしていきたいと思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっている方がほとんどだと思います。新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいはすぐに申請してできるだけ早く給付されたいという方、また新しい情報が出たらすぐに情報を知って確実に給付を完了させたい、確実に給付されたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたら動画でお話しさせていただいてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。それでは早速いきたいと思います。全国民10万円を給付する、一律の給付金っていうのがまだあるかないかっていうのはもちろん決まってないんですけれども、ただここ最近にとにかく不景気であったりとか、あるいは物価が上がって国民が苦しいという背景があります。そういった国民の意見がどんどん上がってきていると。に加えて今年は衆議院選挙ももしかしたらあるんではないかというふうに言われているといったようなことだったりとか、あるいはこの1年の中でもですね、この会期のこの1年の中の途中でも補正予算ということでまた新たにこの給付金、いわゆる国民全員一律で給付するといったような、そういった給付金の案が上がってきてもおかしくないといったような状況にあります。またいろいろな政党がこういった10万円を給付しようということを政策にしているといったような状況です。で、今日はですね、過去にあった給付金、最近の給付金の歴史をちょっと確認することで、今後どういったような給付金があるんではないかと、あるいはその可能性について検討していきたいというふうに思います。で、まさに今年というか特に去年の年末から今年にかけてですね、この非課税世帯とか低所得世帯に対して10万円、非課税世帯は春の3万円と年末の7万円合わせて10万円ですね。で、あるいは低所得世帯に対しても10万円。いずれにしてもこの層に対しては10万円の給付金というものがありました。で、ただこの歴史をたどっていくと意外と給付金っていうのはそれぞれに給付をされているといったような形です。3つに分けました。企業とそれから非課税世帯、あるいはそれ以外と、ここが大半になるんですけれども、そういったところに対して給付金がそれぞれされているといったような状況です。一番ここ最近で記憶に新しいところで言うと、コロナ禍にあったこの特別定額給付金といったようなところですね。その2回目をぜひやったらどうだという声が最近大きくなってきていて、騒がれてるんですけれども、その1回目、特別定額給付金、コロナ禍にあった給付金の制度ですと。で、申請は2020年の5月というところなので、もう4年ぐらい前といったような形になります。で、全国民を対象として所得制限なしに国民1人当たり10万円を給付して、さらにそれも非課税であるといったような給付金の案ということでした。お子さんが2人いらっしゃって奥様と旦那さんがいるといったような家族の場合は合計で40万円が給付されるといったような給付金でした。とにかく国民1人当たり10万円を一律で給付するといったような給付金でした。それが2020年でした。で、その前に遡ると2009年、そこから10年ぐらい前ですね。このリーマンショック後にあったこの国民1人当たり所得制限なしに1万2000円を給付するといったような給付金がありました。なるほどと、そういえばあったなと思い出した方もいるんじゃないでしょうか。国民1人当たり所得制限なしで1万2000円が給付されたというところですね。これはリーマンショック後、先ほど言ったようにその景気の回復を狙って給付された給付金で合計 1.9 兆円の事業があったといったようなところです。それから先ほど言ったコロナ禍にあった特別定額給付金、国民1人当たり所得制限なしに10万円を給付するといったような給付金です。これはもう13兆円を超えるような事業になったというところですね。で、そのコロナの影響を鑑みて、その同じ年2020年には企業に対して持続化給付金ということで200万円を給付されたといったようなこともありました。
それから2022年、それから2年経ったところで、この非課税世帯に対して10万円を給付するといったような給付金もありましたと。結構この非課税とか低所得世帯に対しての給付金っていうのは手厚くなっていて、先ほど言ったリーマンショック後の1万2000円、コロナウイルスの時の10万円といったようなところだけじゃなくて、2022年に10万円、それから2023年、去年ですね、に10万円といったような形で給付がされているといったような状況です。さらに企業に対しても2022年に事業復活支援金といったような形で100万円が払われているといったような状況です。もちろんその企業に対しての補助金は、もちろん売上が前年に比べて下がっているといったような条件がついていたり、そういう企業に対して給付されたというところはあるんですけれども、同じように企業は一律に頑張ってるわけですね。その中で、その給付されるような企業があったり、あるいは個人にはこういったような額の給付はされないといったようなところで不公平感も結構あったりとかしますと。そういう声が上がってきたりとかしますと。企業はこの期間に合計で300万円の給付金を受けたといったような企業もあったといったような状況ですと。さあ、実は、この非課税世帯、低所得世帯を除いた、我々一般的な国民に対しては、実はこのコロナ禍以降、この2020年以降ですね、給付金というのは行われていないといったような状況です。で、このコロナ禍に10万円を給付したといったようなこの特別定額給付金というのは非常に話題になりましたけれども、それ以降は給付されてないといったような状況です。ただコロナ後、国民の暮らしというのは楽になってきたのかどうかと、実感としてはどうだという声があります。コロナ禍というのはもちろんレストランとか、あるいは交通であるとか、あるいは旅行、そういったような事業に関しては非常に売り上げが下がったと。外出制限とかありましたので、そういった売り上げが下がった影響があったというところはあります。ただ我々一般的な国民に関しては、このコロナ禍よりも物価高となった今の方が影響がめちゃくちゃ大きいと。給料は上がってきたと言われているが、それはあくまで大企業の話で、個人であったりとか、いわゆる我々国民に対してその恩恵が届くまではまだまだ時間がかかると。分かりやすく言うと、給料は上がっていませんといったような状況です。給料上がっていないといった状況にもかかわらず、物価が上がっているといったような状況。我々国民としてはこのコロナ禍よりも実は苦しい状況なんだという声が大半を占めています。さあ、そこで先ほど言った今年はもしかしたら衆議院選挙が行われるかもしれないといったような年になります。あるいは補正予算といったようなことで1年の間でも新しく給付金という声が出てくる可能性もあります。さあ、10万円給付を政策にしている政党に電話して確認してみましたと。先週ですね、この国民民主党とこのれいわ新選組、この2つの党が10万円を給付しようということで政策にしてますので、電話して確認をしていきましたと。国民民主党に電話したところ、今後もインフレ手当ということで苦しくなっている国民の状況を鑑みて10万円を提言していくというふうなことで言っていましたと。れいわ新選組連絡しました。春夏秋冬、いわゆる四半期ごと1年に4回の季節ごとに10万円を給付するということを今後も提言していくと。予算はあるんだということで、おそらく今年行われる衆議院議員選挙に向けて、さらにこの政策っていうのをアップグレードした内容にしていくというふうなことでお話をされていました。さあ、国民一律で給付されるこの給付金というのはいつになるんでしょうか。今年もしかしたら給付されるということが決定するんでしょうかと。一つ言えるのは、給付金は繰り返し給付されているということです。ちょっとここ最近を探っただけでも給付金というのはたくさんありました。国民に一律で給付、あるいは企業に一律で給付されている給付金といったような内容です。で、これが今後一切なくなってしまうということは考えにくいので、給付金は今後も繰り返し給付されていくといったようなことが考えられます。また新しい給付金の情報が出ましたら、この動画でお話していきたいと思います。先ほど言ったように、給付金の新しい情報が出たらすぐに知りたいという方、申請を確実にして確実に給付されたいと
いう方はぜひチャンネル登録していただければと思います。また新しい情報が出ましたらお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。